常世の郵便。やっとたどり着いた。ここが魔法使いの家ね。いつもより深い夜の闇にもだんだんと目が慣れてきました。少女は暗がりに立つ家の前に立ち、今日の出来事を思い返しました。少女の名前はシャルと言います。束ねた金の髪は目を見張るような美しさです。いつも元気に走り回っているせいか、貧しい生活でも身体は丈夫でした。彼女の住む森に囲まれた小さな村では、ここ数年朝が来ていませんでした。シャルは幼い頃の日差しを覚えていますが、まだ小さい子供たちには記憶がありません。朝を知らない子供たちはあまり外で遊ぶこともしませんでした。たまに雲が晴れても青空はなく、夜空ばかりが続いています。村の人々は小さな木の実や日陰で育つ野草を食べて暮らし、皆痩せ細っていました。このままでは作物を育てることができず、生活は苦しくなる一方です。村人はいつも不安に苛まれ、夜だというのに眠れておりませんでした。シャルが村を出る数時間前、村の長老のおばあさんが村人たちを集会所に呼んで言いました。このままではいけない。朝を迎えるための方法を占おうぞ。おばあさんは森に捨てられていたシャルを引き取り、ずっと面倒を見てくれた恩人です。少女は思いやりにあふれ、村人にも慕われるおばあさんが大好きでした。おばあさんは集会所の奥にある大きな水晶の前に座りました。村人たちもその周りに集まります。おばあさんは水晶に両手をかざしました。おお、これは。水晶の中に一人の少女の姿が映り込みました。彼女の姿は力強く、凛とした美しさを持っています。ボロボロの衣服や風になびく金の髪は
もはや神々しいほどでした。少女は村の中心にある噴水の前で杖を掲げておりました。救世主が現れ村を救ってくれるのじゃ。おばあさんは水晶を見つめ嬉しそうに告げました。突然水晶の中から眩しい光があふれ出し、地下室全体を包み込んでいきました。あまりの眩しさに村人たちは目をつむります。やがて光は一筋にまとまり、村人の後ろの方で聞いていた少女を指しました。シャルが救世主だというのか。おばあさんは少女を見つめて言いました。水晶の中には行く先となる森の暗闇が映されています。お前には厳しい旅になるかもしれないが、引き受けてはくれんかね。村人たちは不安そうな顔をしたり、期待を込めて見つめたりしています。中には心配のあまり泣き出す人もおりました。わかったわ。やってみる。おばあさんは心当たりがあると言って森の奥に住む魔法使いのことを教えてくれました。こうして世界に夜明けをもたらすための旅が始まることになったのです。シャルはおばあさんに持たされたランプの明かりを頼りに暗い森の道を歩きました。道といっても何年も人が歩いた形跡はなく、荒れ放題の獣道です。衣服の届かない足首は擦り切れヒリヒリと痛みました。おばあさんは魔法使いの家まで半日はかかると言っていました。しかしシャルは旅のすべてを楽しむつもりでした。変わり映えのない日々に飽きていた少女にすればめったにできない大冒険だったからです。シャルには水晶に映った美しい少女と自分とはかけ離れて思えました。元気とはいえ進んでみんなの前に出るような性格ではありません。それでも親のない自分を優しく見守り育て上げてくれた村の皆には恩義があります。シャルは
心から自分にできることを成し遂げたいと思っていました。森に入ってしばらくは元気なシャルでさえおじけづいてしまうほどの暗さでした。しかし心が折れそうになるたび、ランプの灯りが心を温めてくれました。寒い時期であり、虫の少ないことだけが救いでした。魔法使いの家に近づくと、一寸先まで見えぬほどに闇が深くなります。朝の来なくなった村と魔法使いには何か関わりがあるに違いありません。やっとたどり着いた。ここが魔法使いの家ね。いつもより深い夜の闇にもだんだんと目が慣れてきました。少女は暗がりに立つ家の前に立ち、すれてメッキの剥げたドアノブに手をかけました。外から見たところ、中はそれほど広くなさそうです。黒みがかった木製の扉がギーッと音を立てます。ごめんください。中からは誰の反応もなく声が虚しく響きます。どうやら魔法使いは留守のようでした。シャルは少し迷いましたが、中に入って魔法使いの帰りを待つことにしました。そっと中に入ってみると、中は薄暗く、少しだけ湿ったカビの匂いがしました。床を見るとうっすらほこりが積もっていて、長い間掃除されていないことがわかります。うず高く積まれた分厚い本の塔があちらこちらに立っているせいでしょうか。外から見た以上に中は狭く感じました。玄関から本の塔を倒さないように進んでいくと、突き当たりに暖炉がありました。シャルは誰もいないのに揺れる椅子を見て気味が悪く感じました。暖炉の右の壁際には古めかしい机と背もたれのある椅子がありました。机の上にも分厚い本が何冊か置かれています。シャルは本に興味を持って気になったものをパラパラとめくってみました。見たこともない文字ばかりでしたが、
なんだか読める気がします。少女は本を一度閉じて最初からじっくり読み始めました。魔導入門と書かれた本の冒頭にはこう書かれていました。魔法を使うために必要なものは3つある。魔力、杖、愛。少女はこの文章を読み終えると小さくつぶやきました。魔力と杖はわかるけれど、愛ってどういうことだろう。すると突然、背後から声が聞こえました。良い疑問だな。振り返ると、そこにいたのは灰色のローブをまとった老人でした。頭には同じく灰色の三角帽を乗せ、たっぷりとあごひげを蓄えています。いかにも魔法使いといった風貌でした。あなたが森の魔法使いさんですか？そうだが、私の名前は知っている。シャルというのだろう。どうしてわかったんですか？あの村でつけられそうな名前だ。少女は首をかしげました。それで何用だ？まさか遊びに来たわけではないだろう。はい、実はお願いがあってきたんです。シャルはこれまでの経緯を話し始めました。ここ数年、夜が村を覆ってしまっていること。おばあさんの占いで夜明けには自分が鍵になると知ったこと。薄暗い森の中、どうにかここまでたどり着いたこと。つまりお前の村を覆っている夜の闇を払ってほしいということだな。そうなんです。どうかよろしくお願いします。断る。早速の返事にシャルは驚きました。不愛想ではありますが、きっと引き受けてくれると思っていたからです。
どうしてですか？わしはお前の住む村に絶望した。共に滅んでしまってもいいと思っている。そして驚きの事実を語りました。なんと世界を夜に染めてしまったのは魔法使い本人だというのです。シャルは魔法使いを見て言いました。どうしてそんなことをしたんですか？当然の報いだ。シャルは言葉を失いました。優しい村人たちに支えられて育ったシャルには魔法使いの言うことが分かりませんでした。しかしはるばるここまでやってきて諦めるわけにはいきません。魔法使いさん、何か理由があるんですね。なぜ出会ったばかりのお前に理由を話さねばならない？少女は束の間考え、魔法使いの目を見て言いました。私の大切な人たちのため、ここはどうしても引けないの。魔法使いはじっと少女を見つめ、しばらく目を離しませんでした。そして深いため息をつきました。お前を見ていると誰かを思い出すようだ。いいだろう。かけなさい。魔法使いは背もたれのある椅子をこちらに向けました。そして少女が腰掛けるうちに温かい飲み物を用意して渡してくれました。寒くないように膝に毛布をかけてくれます。シャルは思いがけない魔法使いの行動に少し驚きました。彼は暖炉の前のロッキングチェアに座り語り始めました。何から話そうか。まずはわしと村との関係を話す必要があるな。老人は静かに淡々とこれまであった出来事を語りました。自分はかつて村の子供として生まれたこと、自分だけが魔法を使えるせいでかつての村人たちから恐れられたこと、
周りの村人だけではなく家族さえも彼から離れていったこと。孤独に耐えかねて村を飛び出し、この森で一人暮らし始めたこと。それを聞いたシャルは言いました。魔法のない世界があったなんて。今では魔法を恐れる人はいないわ。わしは早すぎたのだな。それにわしは魔法で人を傷つけたことは一度もなかった。しかし周りの人間は何か悪いことが起こるとすべてをわしのせいにした。わしと関わりのある人間が不幸になるならば、わしは初めからいない方がよかろう。だが村の中で一人だけわしを心配してくれる者がいた。今では村の長老をやっているだろう。シャルはうつむいてじっと耳を傾けていましたが、ここで目を上げました。おばあさんが魔法使いの知り合いだったなんて。初めて聞くことばかりです。彼女だけは魔法の素質を持っていたのだろう。わしの力を知っても離れようとはしなかった。村からここまでの道のりを歩き、物資を届けてくれることもあった。彼女は言った。あなたは悪くないと。あなたが仲間外れにされるなんて間違っていると。彼女との関わりだけが長年のわしの支えだった。しかし何があったんですか？数年前のある日を境に彼女は来なくなった。あれ以来ずっと会えていない。大方誰かにそそのかされたのだろう。また一人になったわしの悲しみは天まで届き、世界から朝を奪ってしまったのじゃ。おばあさんはそんな理由で人を見捨てたりしません。本当にそう思うのか？
私にはわかります。お前に何がわかるのだ。目を落とした魔法使いはどこか寂しげに見えました。シャルは思いを巡らせました。シャルはおばあさんの優しさを知っています。自分にはもちろん村の皆にも分け隔てなく接する大好きで尊敬するおばあさんです。絶対に何か理由があるはずでした。私は孤児でおばあさんに育てられました。だから彼女のことはよく知っているつもりです。おばあさんが何の理由もなくそんな行動をとるとは思えないんです。魔法使いは目を見開きました。魔法使いさんの寂しさも少しだけわかります。私だって一人だったし、今でも一人です。辛くて閉じこもる日もありましたが、自分の思うまっすぐな道を生きてきたつもりです。ひよっこが何を言うておる。魔法使いは首を振り、体を少しゆすって遠い目をしました。ロッキングチェアの手すりに指を滑らせています。言葉はありませんでしたが、シャルは魔法使いに何かが伝わったと感じました。しばらくの沈黙の後、魔法使いは言葉を紡ぎました。ここにお前が来たことも偶然ではないのかもしれんな。彼女はきっとお前に手いっぱいだったのだろう。お前が彼女の手紙だというならば、わしもそれに応えねばなるまい。魔法使いは椅子から立ち上がり、玄関に立てかけた杖を持ってきました。これをお前に譲ろう。でもこれは大切なものなんじゃ。もう必要のないものだ。受け取りなさい。シャルは杖を受け取りました。使い込まれた杖は暖炉の火に照らされて鈍く光りました。魔法使いは言いました。その杖には魔力をいざなう力がある。お前に魔法の素質があることは
わしが保証しよう。その目を見ればわかる。村に帰って杖を掲げ愛を抱いて念じなさい。じゃあ魔法使いさんも一緒に。いや、魔法使いは少女の肩に手を置きました。わしは孤独を愛して余生を過ごそうと思う。今さら皆に合わせる顔もない。愛を受け取り巡らせることができるお前なら魔法ともうまくやっていけるじゃろう。シャルは静かにうなずきました。さあ行きなさい。道中気をつけてな。少女はおばあさんのランプと魔法使いの杖を頼りに森の暗闇を歩きました。衣服の裾は茂みに裂かれ草木を払うたびに髪は乱れます。村に着く頃には彼女はボロボロでした。しかし一つの旅を終えた少女は凛とした力強さをまとっていました。シャルが帰ってきたぞ。シャルに気づいた村人が叫びました。少女の帰還に気づいた村人たちは次々に家の扉を開けて出てきました。シャルが噴水の縁にランプを置くと村人たちは少女をもみくちゃにしました。シャル、よく帰ったな。無事でよかった。シャルは故郷の温かみに安心して少し目を潤ませました。しかしまだやることが残っています。長老が一番後ろからやってきてシャルの前に立ちました。そして彼女の抱えた杖を見て言いました。その杖は。シャルがうなずいたのを見ておばあさんは肩を震わせ顔を覆って言いました。おじいさん、確かに受け取りました。シャルは杖を抱き、村の皆を思い、おばあさんを思い、魔法使いを思いました。そして杖を掲げました。杖から一筋の光が立ち上り、夜を晴らしていきます。その光景はかつて
水晶の中に見たあの光景と全く同じでありました。こうして世界に朝が訪れました。朝日が暗闇に慣れた村の人々の目に眩しく差し込みました。彼らが明るさになれるにはしばらくの時間を要しました。村の住人たちは喜び感謝の気持ちをシャルに伝えました。少女に敬意を聞いた村人たちは自分たちの先祖の行いを悔いました。そして二度と同じ過ちを繰り返さないと誓いました。今でも森の小さな村には杖を掲げる少女の石像が立っています。村人たちは心優しく勇敢な少女の物語を子孫たちに伝えていきました。物語を受け取った人々の心には温かい日の光が差し込んだのでした。おしまい。